Soul Beach。今日のお話は前回の続きとなります。前回をまだご覧になっていない方は右上にカードを入れておりますので、そちらを先にご覧ください。前回十数年ぶりにお出会いした方が以前と全く同じセリフ「働かざる者食うべからず」とおっしゃりながらも、昔とは全く様子が違ったというお話をいたしました。以前はとてもはつらつとして忙しい日常に充実感を感じているというご様子だったのに、今私の目の前にいる彼女が放つエナジーはかつてのものとは真逆でした。働かざる者食うべからずですからねというその響きには、あたかも教訓のように自分に言い聞かせているようにも見え、休みない現状と疲弊しきっている自分にさらに鞭を打ち、無理やり納得している、そんな印象を受けたのです。そうするしかないという考え方は心の SOS だと思うのです。というのも、そうするしかないというセリフは納得いかない現状に抵抗や拒否することができず、しぶしぶ受け入れる時に出る言葉だからです。でもこれって還元すると、そんな状況から脱したいという魂の声なのですね。でも大抵の方はもうやめてという魂の声をそうするしかないという思い込みによって自ら封印してしまっていると思うのです。本当に彼女は休みない現状を変えることができなかったのでしょうか。答えはノーです。だってその状況を作り出したのはご本人だし、何より個人事業主として自己決定できる立場にありました。でも実際にはそうできなかったのです。それどころか疲弊している自分に鞭を打ち続ける方法しか知らなかったのです。それは一体なぜなのでしょう。彼女が働かざる者食うべからずという言葉を覚えたのは子供の頃だったそうです。昭和の古風な家庭で厳しく育てられ、家の中ではお父様の意見が絶対という空気感で、お父様だけいつも一品おかずが多かったそうです。どうして父親だけが特別扱いなのか、子供ながらに不思議に思い切ってお母様に尋ねたところ、お父様は仕事をして家族を養ってくれているのだから当然よと返ってきたらしいのです。そんな彼女が大人になるにつれ、働く人は偉い人、働かない人はダメな人という思いを持つのはごく自然な流れだったのかもしれません。仕事をすることは立派なことであり、頑張ればいろんな面で優遇されると家庭内で学んだのです。そんな彼女は仕事を始めても家事をおろそかにすることは一切なかったそうです。なぜなら働かない人間に対する強い自戒があったからです。そう、彼女はいつの間にか働かないこと、動かないこと、手抜きすること、お休みすることの違いがわからなくなってしまい、止まることに強迫観念を覚え、結果的に休みを取ることができなかったのです。そんな彼女でしたが、年に一度だけ頑張った自分へのご褒美として海外旅行を楽しんでいたそうです。休みなく頑張ったんだもん、これぐらいいいよねと自分に言い聞かせて言っていたそうです。ですが、休むことに強迫観念を持っていたため、海外旅行中もブログや SNS を更新し続け、完全にバカンスに没頭することはできなかったそうですよ。これじゃあせっかくのバカンスも台無しですよね。最初は自分の生きがいややりがいのためにと始めた仕事でしたが、今では完全に彼女から自由な時間とリラックスを奪う羽目に。とはいえ止まることもできない。だって止まってしまっては自分が最も忌み嫌っている人生の落語者、怠け者になってしまうからです。最後までお聞きくださりありがとうございます。続きはまた来週。来週のお話は、この彼女のように自分で自分にご褒美を与えるご褒美癖の危険性と、マイルールというこだわりをたくさん持つことの危険性についてお話ししたいと思います。ごきげんよう。南無阿弥陀仏。